今回は2025年最大の話題作、映画、ロングレッグスのトリビアや小ネタを15個紹介します。途中からネタバレを含みますので、未見の方はご注意ください。まずは、ネタバレなしで、本作の概要と見どころを紹介します。ロングレッグスは、オスグッド・パーキンス監督によるサイコロジカルホラー映画です。主演は、ロングレッグスという謎めいた連続殺人鬼を演じるニコラス・ケイジ。そして彼を追う若き FBI 捜査官リー・ハーカー役を It Follows で鮮烈な印象を残したマイカ・モンローが演じています。物語は1990年代オレゴン州の静かな田舎町を舞台に展開します。 FBI 捜査官リー・ハーカーは通称ロングレッグスと呼ばれる連続殺人鬼の捜査に加わります。ロングレッグスは家族を標的にし、現場には不気味な暗号を残すという異常な手口で犯行を重ねていました。捜査を進めるうちに、リーは事件と自身の過去との間に奇妙なつながりがあることに気づき始めます。そして、そのつながりは彼女を想像を絶する恐怖とオカルト的な世界へと引きずり込んでいくのです。本作は全米で公開されるや否や、批評家と観客の双方から熱狂的な支持を集めました。緻密に練り上げられた脚本、全編を覆う不穏な映像美、そしてニコラス・ケイジの狂気すら感じさせる怪演。その全てが見る者を恐怖の深淵へと突き落とす未体験の映画体験をもたらします。ここからはネタバレなしで本作の見どころを3個ご紹介します。1個目はニコラス・ケイジの狂気。なんといっても最大の魅力はニコラス・ケイジが演じるロングレッグスの圧倒的な存在感です。彼は本作で初めて連続殺人鬼役に挑戦したとは思えないほどの鬼気迫る演技を披露しています。その姿はまさに狂気とカリスマ性の融合体。言葉を失うほどの迫力で観客の心臓をわしづかみにします。ニコラス・ケイジはこの役を演じるにあたり、精神疾患を患った母親との関係性を投影したと語っており、その演技には彼の個人的な感情が深く刻み込まれているのかもしれません。2個目は緻密な脚本。パーキンス監督は長年温めてきたアイデアをもとに本作の脚本を執筆しました。その脚本はまるで蜘蛛の巣のように巧みに伏線が張り巡らされており、見る者を一瞬たりとも飽きさせません。観客は常に疑心暗鬼に駆られながら物語の真相へと引きずり込まれていきます。そして最後に待ち受けるのは想像を絶する衝撃の結末です。3個目は不穏な映像美。本作の映像は見る者の嫌悪感を刺激する非常に不穏な雰囲気を醸し出しています。計算し尽くされた暗闇の使い方、不安を煽るカメラワークなど、見る者の深層心理に働きかけ、まるで悪夢の中に迷い込んだかのような異様な感覚を与えます。さて、ここからはいよいよ本題です。映画ロングレッグスに隠されたトリビアや小ネタを15個紹介していきます。1個目は母親について。本作はニコラス・ケイジとパーキンス監督それぞれの母親への複雑な思いが込められた作品です。ニコラス・ケイジはロングレッグスでの演技について、精神疾患を患い闘病した母親の姿を見て育った経験から非常に個人的な意味を持つと語っています。彼の怪演は母親への愛情、そして彼女が抱えていた苦悩への理解から生まれたものなのです。一方、パーキンス監督は同性愛者であることを隠し、盟友としてのプレッシャーと戦い続けた父であるこのノーマン・ベイツ役で有名なアンソニー・パーキンスを支え続けた母ベリー・ベレンソンにインスパイアされたと明かしています。母ベリーは 9.11 同時多発テロで亡くなっており、パーキンス監督は本作を通じて母への深い愛情と喪失感を表現したかったのかもしれません。2個目はロングレッグス役について。パーキンス監督はロングレッグス役を演じられるのはニコラス・ケイジかブラッド・ピットの2人しかいないと考えていたそうです。そしてニコラス・ケイジはこの役が最初で最後の連続殺人鬼役になると宣言しています。暴力は好きじゃないし、人を傷つける役は演じたくないと語っており、その言葉からは彼の強い信念が感じられます。またロングレッグスのあの独特な声はニコラス・ケイジとパーキンス監督の共同作業の賜物です。パーキンス監督はニコラス・ケイジを肉体表現を完璧に操るライオンのように調整された楽器と評しており、両者の信頼関係と才能がロングレッグスという異様なキャラクターを生み出したと言えます。3個目はロングレッグスという名前について。ロングレッグスという奇妙な名前はパーキンス監督が長年温めていたアイデアから生まれました。彼はロングレッグスは私が何かを書こうとするたびに繰り返し登場する存在だったと語っています。
まるで悪夢のように彼の潜在意識に深く刻み込まれていた存在なのかもしれません。4個目はロングレッグスのインスピレーションについて。また本作のインスピレーション源の一つとして1996年に起きたジョン・ベネ・ラムジーちゃん殺害事件が挙げられています。ジョン・ベネちゃんは当時6歳の美少女コンテスト出場者で、クリスマスの朝に自宅地下室で遺体となって発見されました。事件は未解決のままですが、クリスマスの時期に起きた悲劇であること、そして両親がジョン・ベネちゃんのために用意していたという彼女の身長と同じくらいの人形など、本作と共通する要素が見られます。パーキンス監督はこの事件から着想を得て、悪魔的人形と一家惨殺という恐ろしい物語を紡ぎ出したのかもしれません。5個目はロングレッグスの暗号について。本作の中には様々な暗号が登場します。記号置換暗号、数字置換暗号、そしてビジュネル暗号。これらの暗号は解読するとさらに深い謎が浮かび上がってきます。暗号の多くにはスペルミスや文法の間違いが含まれていますが、これはアメリカ犯罪史上に残る未解決事件、ゾディアック事件の犯人、ゾディアックキラーへのオマージュです。ゾディアックキラーもまた犯行声明文の中で意図的にスペルミスや文法の間違いを犯していました。6個目はロングレッグスのメッセージについて。解読された誕生日カードには海の砂の上に立ったと書かれています。これは聖書のヨハネの黙示録13章1節への言及であり、サタンと関係があります。さらにシャロン・ウォールズの詩サタンは言うをメッセージの中で引用しています。この詩が持つ生と死、苦痛と快楽の曖昧な境界線を巧みに利用し、本作の持つ不気味な雰囲気、犯人の異常性、そして物語の根底に流れるテーマをより深く効果的に表現しています。7個目はロングレッグスとリーについて。リーがロングレッグスと初めて対峙するシーンは、マイカ・モンローとニコラス・ケイジを撮影まで合わせないことで真に迫った恐怖の反応を引き出した名場面です。マイカ・モンローはニコラス・ケイジの役作りを尋問シーンまで知らず、撮影時の心拍数は 76bpm から 170bpm に上昇。この鼓動は予告編にも使用されました。彼は完全に変身し不気味だったとマイカ・モンローは振り返ります。この尋問シーンは25分間ノンストップで撮影。パーキンス監督はニコラス・ケイジがマイカ・モンローの到着前にリハーサルを行い、ハッピーバースデーを歌うシーンは実際にはもっと長かったと明かしています。長回しの中、ニコラス・ケイジはロングレッグスの狂気と脆さを圧倒的な存在感で表現しました。8個目はロングレッグスと FBI について。FBI はロングレッグス逮捕の際、彼の明らかな悪魔崇拝にもかかわらず、彼がどの殺人にも関与した物的証拠がないと発表しました。これはロングレッグスが直接手を下さずにサタンを呼び寄せ、父親たちに取り付かせ堕落させる人形を作り、密室で家族を殺害させているからです。ロングレッグス自身は一滴の血も流す必要がないのです。またロングレッグスが幼いリーに誕生日プレゼントを届けに来たと主張する冒頭の回想シーンは、彼がどのように父親たちに家族を殺させ自殺させているのかを早い段階で示唆しています。しかし FBI は超自然的な要素を考慮しないため、この真相にたどり着けないのです。ちなみにロングレッグスがリーの名前や彼女の個人情報をいくつか知っていて、彼女が捜査に関わるようになってから特定の道筋に沿って彼女を導く策略を取りますが、彼が事件の他の捜査官や物語の他の登場人物に対してこれを行わないのは、彼がリーと個人的なつながりを持つだけでなく、彼女の母親であるルースを通じて情報を得ているからだと考えられます。9個目はロングレッグスの犠牲者について。本作では詳細を省略するためにロングレッグスの過去の犠牲者たちに関する情報はほとんど語られていません。しかしバースデーマーダーズというウェブサイトでは彼ら一人一人の背景情報が詳しく紹介されています。概要欄に URL を貼ってますので、気になる方は見てみてください。10個目は犠牲者のカーター一家について。ロングレッグスが尋問室で自殺した後、カーターは異常なほど動揺し、事件は解決したと宣言します。これは彼の娘の誕生日が行方不明の殺人事件が起こるはずの日と重なっており、彼が非常に不安を感じているか、あるいはすでに最後の人形の影響を受け始めているための可能性が高いです。そして実際ロングレッグスの共犯者がルビーの誕生パーティーに現れ、彼女に人形を贈る。その結果カーターは妻を殺害し、ルビーを殺害しようとします。ちなみにリーが初めてルビーに会った時、ルビーは全面に白い家が描かれたシャツを着ていますが、これはルビーがロングレッグスの犠牲者になることを予兆していると考えられます。11個目はリーの母親について。
リーが見る回想シーンの一つに、彼女の母親が侵入者に気づき、ショットガンを取りに行く場面があります。母親は独特な方法で銃を構え、装填する。共犯者が明らかになるとき、顔がフレームに入る前からそれが母親だとわかります。なぜなら、母親は20年後も全く同じように銃を構え、装填しているからです。また、終盤で、リーが母親の家に入ったとき、アーチ道の上にある時計の3つの針が、すべて6を指していた。この666という数字はご存知の通り、サタンにつながる獣の数字です。さらに、母親がリーに対して信仰心がないことを公然と認め、世界の残酷さゆえに成長できない小さなものがどれほど多いかを思い悩み、神への祈りは何の役にも立たないと率直に述べることは、母親がロングレッグスと関係している可能性を強く示唆しています。また、これは母親がロングレッグスと交わしたサタンとの契約を示唆しているとも考えられます。ロングレッグスがリーに残したメモには、それを解読すれば彼女の母親の殺害につながると書かれていましたが、実際に母親がロングレッグスの共犯者であることが明らかになり、リーは自分自身とルビーを守るために彼女を射殺せざるを得なくなります。12個目はロングレッグスの舞台について。パーキンス監督が90年代を舞台に選んだのは彼にとって形成期だったからです。高校卒業、素晴らしい映画の公開、父の死など多くの出来事があり、子供時代から若者時代への移行期だったと語っており、これらの要素が90年代を舞台に選んだ理由とのことです。13個目はオマージュについて。本作は羊たちの沈黙、ゾディアック、セブンなどに似ていると言われていますが、ホラー映画へのオマージュが非常に多く、パーキンス監督は本作をホラー映画の最大のヒットパレードとして演出し、憑依された人形、斧殺人鬼、悪魔、FBI 捜査官、手がかり、聖書などの要素をふんだんに盛り込んでいます。ちなみに若いリーの回想シーンにはアナベル人形も登場します。14個目は連想テストについて。FBI はリーの能力を測るため一連のテストを実施します。その中でリーは逆三角形が瞬間的に表示された際にそれを父親と認識します。この逆三角形は後に彼女がロングレッグス、そしてサタンと結びつけることになる重要なシンボルです。逆三角形は古来よりサタンや悪を象徴するシンボルとして用いられてきました。リーがそれを父親と関連づけたことは、彼女が幼い頃にロングレッグスと出会い、無意識のうちにサタンの影響下にあったことを示唆していると考えられます。大げさに言えば、作中でリーが父親について言及することがない点は、彼女の深層心理における父親像がロングレッグス、ひいてはサタンに置き換えられている可能性も考えられるのではないでしょうか。他にも彼女の回答は全て本作の様々な側面を予示しています。カメラは単に被害者家族のカメラ家を指すだけでなく、記憶を捉える行為、そしてリーの過去と事件が複雑に絡み合っていることを象徴しているとも考えられます。彼女が子供の頃に撮ったポラロイド写真を保管しているという事実もこの解釈を裏付けています。ピアノは幼い頃のリーの部屋とカメラ家の殺人現場に存在するピアノで、彼女の過去と事件の接点を示すだけでなく、不協和音や不安定さを象徴するモチーフとしても解釈できます。母親は母親が犯罪に関与していることを暗示するだけでなく、母性という概念そのもの、そしてそれが持つ愛情と支配といった両義性を象徴しているとも考えられます。虎はリーの星座であるヤギ座に関連付けられており、決意、野心、規律といった特性を象徴しています。同時に虎は獰猛な捕食動物であり、潜在的な危険や破壊的な衝動を暗示しているとも解釈できます。これらの回答は一見ランダムな単語の羅列に見えますが、映画全体を通して重要な意味を持つ要素と深く結びついているのです。リーの無意識がこれらの単語を通して彼女に真実を伝えようとしているのかもしれません。15個目は隠されたサタンについて。本作の中には背景などに15個のサタンが隠されているという仕掛けがあります。パーキンス監督はそれらは簡単には気づかないような場所に隠されていると語っています。これらのサタンは単なる背景の一部ではなく、映画の重要な要素として機能しています。例えば主人公のリーが事件の真相に近づくにつれてサタンの出現頻度が増加します。これはサタンがリーを監視し事件に深く関与していることを示唆しているのです。パーキンス監督自身、サタンはリーに情報を提供することで捜査を助け、より深い闇へと導いていると述べています。本作を繰り返し見ることで新たな発見があるかもしれませんが、私が確認した範囲では10個のサタンを確認できました。最も頻繁に登場するのはリーが犯罪の悪魔崇拝的な要素を調査している時です。
1個目はリーが床に座って操作資料を確認している時の部屋の左上。2個目は霧の深い森の中、ロングレッグスの背後。3個目はリーがロングレッグスから残されたカードを読んでいる時のキッチン。4個目はロングレッグスの地下室の後ろの壁際。5個目はリーが図書館を調べている時、2つの本棚の間の窓の外。6個目はキッチンの裏口の小さな窓。7個目はリーが母親の家に到着する時、車の後部座席の窓。8個目はリーの母親の家の窓。9個目は子供部屋の幼いリーの背後。10個目はカーター家の玄関ドアが閉まる際の反射の中。これらのサタンは単なるイースターエッグではなく、映画のテーマである悪の偏在性を視覚的に表現していると考えられます。サタンは私たちの日常のすぐ隣に潜んでいる。そして気づかないうちに私たちの心の中に侵入してくる。そんなメッセージが込められているのかもしれません。さて、皆さんいかがでしたでしょうか。映画ロングレッグスは単なるホラー映画ではありません。それは人間の心の奥底に潜む最も暗い部分をえぐり出す深遠なサイコロジカルホラーです。ニコラス・ケイジの圧倒的な演技、緻密に計算された脚本、そして不穏な映像美。その全てが見る者を恐怖と不安の渦へと巻き込み、容易には抜け出せない強烈な余韻を残します。今回ご紹介したトリビアや小ネタを知った上でもう一度映画を見てみると新たな発見があるかもしれません。そしてまだ見ていない方はぜひ劇場でこの底知れぬ恐怖を体験してみてください。きっとあなたもロングレッグスの、そして人間の心の闇の虜になるはずです。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ありがとうございました。